このチャンネルでは、日本語を学んでいる皆さんに、日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことを分かりやすい日本語でお届けしています。さて、皆さん最近はいかがお過ごしですか？今年も残り2ヶ月ということで、時間の流れが本当に早いなと感じています。早速ですが、今回のテーマは、日本人と友達になる方法についてです。日本語を学んでいると、もっと日本人と仲良くなりたい、日本人の友達が欲しいと感じることはありませんか？あるいは、外国の友達を作るのって難しいなと感じますか？私自身、英語を学んでいた時に、そんなことを思っていました。でも、友達ができると、もっといろんな話をしたいから、その言語をもっと学びたいと思うようになります。そして、教科書では学べない言葉だったり、ニュアンスとかも学ぶことができるから、いいことがたくさんあると思います。しかも、日本人の友達がいると、日常会話の中で自然に日本語が身についていくんですよね。言語だけじゃなくて、日本の文化についてももっと知ることができるから、日本人の友達ができれば、日本語の勉強がもっと楽しくなると思います。でも、皆さんの中には、日本人と友達になるのは難しいと思っている人もいるかなと思います。大学生だった頃に、留学生の友達から、日本人と友達になるのは特に難しいという話をよく聞きました。多分、それは日本人が控えめで、特に初対面の人とは距離を保ちがちなところがあるから、そういう日本人の性格から友達になるのが難しいと感じるのかなと思います。今日は日本人と仲良くなりたいと思った時に役立つようなヒントをお伝えします。どうすれば日本人と友達になれるのか、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。それではぜひ最後まで楽しんでいってください。日本人の友達を作るときに、まずは日本人の性格や考え方を知っておくと仲良くなりやすいかなと思います。なので、日本人にはどんな特徴があるのか紹介しますね。まず、日本人はシャイで控えめな性格の人が多いと言われています。シャイは日本語で恥ずかしがり屋とも言います。例えば、初めて会った時、ちょっと冷たく感じるかもしれません。でも、それは話したくないわけではなくて、ちょっと恥ずかしくて遠慮していたり、緊張していることが多いんです。実は心の中では仲良くなりたいなと思っている人が多かったりします。また、日本人はグループやみんなの調和をとても大事にします。自分だけが目立つことよりも、みんながうまくいくことを大切に考える傾向があるんです。例えば、学校や会社で何かをするとき、みんなで話し合って決めたり、みんなが同じように行動したりすることがよくあります。こういうことを集団意識と言います。グループの中でうまくやることを意識しているので、みんなと仲良くなることを大事にしています。なので、自分の意見を主張することが苦手な人も多く、何を考えているか分かりづらかったりもします。そして、日本人は友達になるとき、ゆっくりと関係を作っていくのが好きな人が多いです。一度会っただけで急に親しくなるのではなく、何回か会って話をする中で、少しずつ信頼関係を築くことを大事にする人が多いということです。ゆっくりじっくりとお互いを知っていくことで、もっと安心して仲良くなれると考えています。もちろんすべての日本人が同じ性格ではないです。人それぞれ違う考え方や性格を持っています。でも、日本人と友達になりたいと考えている人は、こういった日本人特有の考え方や行動の特徴を知っておくと、仲良くなるときに役立つかもしれません。次は日本人と話すときにちょっと気をつけるといいポイントをお話ししますね。一つ目は柔らかい表現を使うということです。日本では相手に話すときに柔らかい表現をすることがよくあります。例えば、これはこうするべきというと、少し強い言い方になってしまいますよね。日本人ははっきりと強い言い方をする人に対して苦手だなと感じたり、少し気持ちが引いてしまうことがあります。だから、こうするのもいいかもしれないね、というように柔らかい言い方だったり、
優しい口調で話すと、相手も安心して聞いてくれることが多いんです。こうすると、相手も話しやすいなと感じてくれます。二つ目は、相手のパーソナルスペースを大事にするということです。日本人は自分と相手とのパーソナルスペース、ちょうど良い距離感を大切にします。このパーソナルスペースというのは、あまりに近くに来られると、少し居心地が悪くなってしまう空間のことです。例えば、急に近くに寄って話しかけられると、日本人は少しびっくりしてしまうことがあるし、初対面なのに距離が近すぎると話しづらいと思う人もいます。日本人はお互いに少し距離を保ちながら話すのが心地よいと感じることが多いんです。もちろんもっと仲良くなれば自然と距離も近くなりますが、初めのうちは適度な距離を保って話すと相手も安心します。あとはハグやボディタッチにもあまり慣れていない日本人が多いので、そういったことも初対面の人にはしないように気をつけるといいかなと思います。三つ目は、礼儀や敬語を意識するということです。日本では礼儀を大事にします。特に目上の人や初めて会う人、あまり親しくない人と話すときには、敬語と呼ばれる丁寧な言葉を使うのが一般的です。敬語はちょっと難しいかもしれませんが、日常の中でもよく使うので、ちょっとでも覚えてみるといいかなと思います。例えば、こんにちは、ありがとうございます、さようならなどは敬語の一つです。敬語を使うことで、相手に丁寧に接しているよという気持ちが伝わります。そして、だんだん仲良くなってくると、タメ口といって友達同士で使うカジュアルな言葉も使うようになります。敬語とタメ口をうまく使い分けると、相手も話しやすく感じます。日本人と仲良くなるとき、いきなりタメ口で話すと少しびっくりされるかもしれません。なので、最初は丁寧な言葉を使って、だんだんと親しくなったら、ありがとう、またね、などの気軽な言葉に変えていくと、相手も違和感を感じずに安心して受け入れてくれると思います。このように、日本人と仲良くなるためには、相手をリスペクトする気持ちを示しながら、話し方や表現に気をつけるといいかなと思います。そして、少しずつ距離を縮めていくということが大事なポイントです。次は、日本人と友達になりたいときにおすすめの方法をいくつか紹介しますね。簡単にできるものもあるから、ぜひ試してみてほしいです。まずは、語学交換アプリを使ってみることです。例えば、ハロートークは知っている人も多いかもしれないです。このアプリは基本無料で使えて、日本語を練習するのにとても役立ちます。日本人と日本語で話せるし、皆さんも自分の国の言葉を教えてあげることができます。日本語と皆さんの国の言葉を交換する感じです。語学交換アプリのいいところは、いきなり会わなくてもスマホでメッセージのやり取りをしたり、電話機能を使ってお話ししたりできることです。会うのは少し緊張するかもしれませんが、オンラインなら安心して始められると思います。こうしたアプリを使うと、同じように言語を学びたいと思っている日本人と出会えるので、お互いに助け合いながら言語の勉強を楽しく続けることができます。私も昔、英語の勉強をするためにハロートークを使っていました。その時、気が合う人と友達になって、今でもたまに連絡を取っています。最初はドキドキしたけど、だんだん慣れてきて話しやすくなって、いつの間にか仲良くなりました。次におすすめなのが、地域のイベントに参加することです。もし日本に住んでいるなら、地域で行われる国際交流のイベントやフェスティバルに行ってみるのがおすすめです。こうしたイベントでは、日本人や外国の人が集まって楽しい活動がたくさん行われます。例えば、伝統的な踊りを見たり、地元の食べ物を食べたりすることができるんです。イベントに参加すると、同じような趣味や興味を持つ人と出会うことができます。最初はちょっと勇気がいるけど、イベントの中で少しずつ話しかけてみると、共通の話題が見つかって仲良くなれるかもしれません。
あとは国際交流カフェというのもあって、海外に興味のある日本人と日本に興味のあるいろんな国の人が交流できる場所もあったりするので、興味がある人は探してみるといいです。最後に、SNS やオンラインのコミュニティを使う方法もあります。SNS はインターネットでいろんな人とつながれるアプリやサイトを意味しています。英語ではソーシャルメディアですね。日本に住んでいなくても、インターネットを使えばすぐに日本人の友達を見つけられる可能性があります。例えば、インターネットで探すと、日本のアニメが好きな人のグループや、日本語を学ぶ外国人のグループが出てきます。こうしたグループでは、日本人と外国の人が同じ趣味について話したり、情報を交換したりしているので、参加してみるのもいいと思います。きっと同じ趣味や興味を持っている人と仲良くなれるはずです。これらの方法を使うと、日本人の友達を見つけやすくなります。どれもすぐに始められる方法なので、ぜひチャレンジしてみてください。日本人の友達ができると、日本語の勉強ももっと楽しくなると思いますよ。次は、日本人の友達ともっと仲良くなる方法についてお話ししますね。これは日本の礼儀の文化にもちょっと関係していることです。まず一つ目は、約束を守ることです。日本では時間をきちんと守ることがとても大切にされています。もし友達と遊ぶ約束をしたり、待ち合わせの時間を決めたりしたら、その時間に遅れないようにすることが大事です。遅れるときは、きちんと少し遅れますと伝えておくことが大事です。約束を守ることで友達からの信頼を得ることができ、この人とは安心して付き合える、もっと仲良くなりたいと思ってもらえます。二つ目は、プライベートな質問を控えることです。日本人の友達と話すときは、あまりプライベートな質問をしすぎないように気をつけるといいです。例えば、年収や貯金のようなお金に関することとか、家族に関する質問は、初めのうちは控えた方がいい場合もあります。日本では自分のことを詳しく話すのがあまり好きじゃない人も多いので、少しずつ時間をかけてお互いを知っていい関係性を作っていく方が自然です。まずは趣味や好きな食べ物など、リラックスして話せる内容を聞くといいです。三つ目は公共の場でのマナーを守ることです。日本では公共の場でのマナーもとても大切にされています。例えば、電車やバスの中では静かにすることやゴミをちゃんと捨てることがマナーです。公共の場では他の人の迷惑にならないように気をつけると、相手にこの人は礼儀正しい人だなと思ってもらえます。友達と一緒にいるときも、こうしたマナーを守ることで、相手に安心してもらえるし、信頼される友達になれると思います。日本人と仲良くなるためには、相手のことを思いやる気持ちが大切です。約束を守り、プライベートなことはそっとしておき、公共の場でのマナーを守ると、自然と信頼され、もっと仲良くなれるはずです。今回は、日本人と友達になる方法についてお話ししてみました。日本人の友達を作るのは少し難しかったり、時間がかかるかもしれません。でも、焦らずゆっくりと信頼を作ることが大切です。日本人と友達になると、日本の文化や考え方がもっとわかるようになります。そして、毎日の会話を通して自然に日本語が上手になります。友達ができると、日本語を勉強することがもっと楽しくなるかもしれません。あと、どんな言語でもそうですが、間違いを気にせずに話してみることが大事です。実は私も英語を勉強していた時に、英語で話すのが怖かったことがあります。特に友達になりたいと思うと、もっと緊張してしまいました。でも、頑張って話そうとする姿を多くの人は嬉しく思ってくれます。日本語がまだ完璧じゃなくても大丈夫なので、ぜひ思い切って話しかけてみてください。日本人と友達になるのは少し勇気がいるかもしれません。でも、日本語での会話を通して、言葉だけでなく、日本の文化や考え方も深く学べます。
皆さんもぜひこのポッドキャストを参考にして友達作りにチャレンジしてみてくださいね。それでは今回のエピソードはここまでです。ポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。コメントで感想やリクエストがあれば教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。